皆さんこんにちは、さおりです。今日は7月の26日です。はい、今ね小麦畑に来ているんですけど、やっとですね今年の小麦刈りが始まりました。去年もこの小麦刈りの様子を動画にしているんですけど、そう小麦の収穫ってすごいね大きなコンバインっていう機械を使って行います。今年は雨が降ったりしてなかなかねしっかり乾いてないと小麦の収穫ができないので少し遅れてしまいましたね。結構ねここの畑も雑草が出てきちゃったんですけど、今日ねやっと刈り取ってもらえるということでとりあえず一安心です。そう小麦刈りは他のね作物の収穫と違ってすっごい大きなコンバインって言われる機械を使って行うので、そういった様子をお届けしたいと思います。ここはねこの通路を挟んで両側が小麦になっています。ちょっとこっち側は雑草が出てきちゃいましたね。で小麦の収穫は乾燥してないと行うことができません。しっかりね乾いた状態じゃないと水分がね含まれていると行うことができないので、結構今年はですねちょこちょこ雨が降っているので、やっと収穫が始まったなっていう感じです。そんなにね背丈は高くないんですが、雨と風の影響で小麦がねここベタって倒れてます。そうこうやって倒れてしまうと結構刈り取るのが大変みたいです。奥の方もちょっとベタってなってる。これでもねうちはそんなにその背丈がない分マシな方かと思います。もっとほんと全体的にべったり倒れている農家さんもあるので、そうで去年はこの小麦刈りをこの地域の方たちとね協力して3台のコンバインを使って行っていたんですけど、今年はその団体を抜けまして他の業者さんに小麦の収穫はお願いしています。なので私たちがすることは今度コンバインからダンプに移し替えるので、それをまた乾燥にかける場所があるんですけど、そこまで運ぶ仕事をします。そういった感じで早速ね刈り取りが始まってるので、その様子を見に行ってきます。ということで移動して農場のねすぐ隣の小麦畑にやってきました。今2台で小麦刈りを行ってくれてます。でトラックですね、トラックは2台です。4トントラックと2トントラック、この2台でね運びます。ちょっとねコンバイン大きいのであんまり近づかないように遠目からの撮影になりますけど、こんな感じ。こちらが小麦の収穫に使用するコンバインです。一般的な農業機械は1軒の農家に1台あることが多いですが、コンバインはトラクターよりも大きく、全長約8から9メートルにもなる大型の機械です。なので今回のように大きく会社としてやっているところに刈り取りを委託したり、去年までは地域の人たちと3台のコンバインを所有して行ったりしていました。もちろん農家さんによっては個人で持っている方もいたり、その運用方法は様々です。収穫の時期になると畑一面が黄金色に染まり、地域のあちこちで一斉に小麦の収穫が始まります。コンバインは先端の部分で小麦を刈り取り、機械の中で穂から粒を取り出し、不要な茎や殻を取り除いて、きれいな小麦だけをタンクへ集めます。刈り取り、脱穀、選別までをこの1台で行うことができる農業機械です。これでもう4トントラックはいっぱいです。はい、今ね4トントラックがいっぱいになったので私のお友達が先に行きます。頑張って。いってらっしゃい。はい、今4トントラックはねうちのトラックなんですけど、そっちにお友達が乗っていったので私はお友達の2トントラックに乗ります。お友達はねいつも
かぼちゃの収穫とかも一緒にやってるお友達ですね。はい、そうお互いのトラックに慣れようということで、私は2トントラックです。そう4トンはね慣れてるんですけど、2トンは慣れてないのでめちゃくちゃ心配。絶対エンストさせる気がする。そして今はこのカメラの三脚をテープで止めております。ガムテープひっついちゃった。やばい。でこれまではその地域の方たちと協力して3台のねコンバインを使ってだいたいね1週間くらいかけて何軒だろう20軒くらいの農家さんの小麦を買ってたんです。今回はね依頼してるのでもう自分家の畑の小麦を全部ガーって買ってってくれるんですけど、そうではなくってその買った場所の様子を見て、ここを先に買った方がいいねみたいな状況判断で徐々にね買っていくので、必ずうちに来たからといってうちの小麦畑全部を収穫してくれるっていうわけじゃないんですね。で他の農家さんの畑もあるから、そうダンプを移動して次どこどこの農家さんのところに行って小麦積んで農協に持ってってっていうのをやってました。やってましたって言ってもずっとねそれをやってたんですけど、私自身は去年初めてダンプに乗って農協に持っていくっていうのをやったので、実質私は1年しかそれを経験してないんですけど、でそう小麦をねこのトラックに積んで農協に運んでたんですけど、農協でその乾燥機に小麦を開けるんですね。ただ皆さん農協使うのでその場合によるんですけどめちゃくちゃ混みます。スッとね開けることができればいいんですけど、私は去年日付変わるくらい12時くらいまでかかりました。確か夜のね7時くらいにダンプに小麦を積んでいって夜の12時まで待機してね待ってやっと開けることができたので5時間待機してたんですよ。なのですごい時間がかかるっていうのも大きくて、その時間私は編集したりしてたので充実はしていたんですけど、どうしてもその1週間小麦で潰れてしまうっていうのが結構痛いんですよね。この時期そろそろコーンも始まったり、ちょっとね今年はその霜の影響でかぼちゃの収穫遅れてますけど、本当だったらもうかぼちゃの収穫を行っている予定なので、そう考えると1週間ねみんな小麦刈りに出ちゃってほとんど人がいないような状態になるとかなりねきついので、なのでねずっと長年やってきた小麦刈りだったんですけど、そこの団体を抜けて今年からは依頼してお願いしてやってもらってます。今このね 2.3 ヘクタールの畑を買ってもらってるんですけど、もう終わりそうです。コンバインのタンクがいっぱいになったら中に溜まった小麦をダンプへ移します。よし行きますか。さていけるかな。ちなみにここからはだいたい多分15キロとかですかね。そんなもんです。車だったらあっという間なのに。よし。小麦の収穫自体は2台でね刈り取ってくれるので、さっきもね 2.3 ヘクタールの畑だったんですけど、多分1時間もしないくらいかな。結構あっという間でした。コンバイン自体ね大きいので本当にねあっという間の作業です。そう小麦はですね本当に先端の一番上の実の部分なんですね、収穫するのが。
なのであんだけ背丈が長いんですけど、下の部分はもう刈り取った時にはこうコンバインの後ろからボロボロとね落ちていきます。なので小麦の収穫終わった後はこう藁の道ができるんですけど、今度はそれをこうロールベラーで回収して丸くして、牛の藁に使います。今ね、方向的には帯広空港に向かってます。はい、帯広空港のね、もうちょっと先に行ったところに乾燥をかける場所があるんですけど、そこに向かってます。なのでこの小麦をその乾燥機まで運んで乾燥して、それを今度コンテナに入れてっていう作業をそちらで行います。はい、ここを左に曲がれば十勝帯広空港です。確か韓国にも行けるはず。ここ数年は暑さの影響で小麦の収穫が早まり、7月中旬頃には収穫が始まることもありました。しかし今年は極端な暑さもなく、雨の日も多かったため、生育は比較的ゆっくり進み、収穫時期も例年より早まることはありませんでした。周り一面が畑なので、あちこちで小麦を収穫するコンバインが走っていたり、すでに麦わらをロール状にまとめた景色も見られました。はい、今やっと到着して乾燥機に開けてます。乾燥機に開けてる感じはこんな感じです。ランプアップしてちょっとずつね流し込んでます。ちょっと初めて来たので通り過ぎちゃいました。最初ダンプの荷台を少しずつ持ち上げながら小麦をゆっくりと流し出します。小麦はコンベヤで下から上へ運ばれて、そのまま乾燥機へ送られていきます。収穫したばかりの小麦は水分が多く、水分量が高いほど乾燥に時間がかかります。そのため特に雨の後は小麦の水分量を確認してから収穫を行います。はい。はい、無事に今開け終わりました。本当ありがとうございます。はい、今ものの5分くらいで開け終わりました。めっちゃ早い。そう、さっきのコンバイン2台でこう順番に買ってってくれるので、多分ここ並ぶことないんだろうな、だと思います。ああ、いいですね。もうね空っぽになったんで軽いです。なんとかとりあえず1回来れました。はい、こんな感じでね小麦刈りを進めていこうと思います。はい、とりあえず農場に戻ります。はい、ということで農場に戻ってきました。最初に撮影した畑ですね、今刈り取りを行ってます。この両側今ね1台ずつ刈り取りを行ってくれてて、もうねここでねうちはね3枚しか小麦ないので、ここが終わればもう終了です。あとはお友達のところもあって、あとねここが終わったらお友達のところに移動するっていう感じになります。買ったところはこんな感じです。この上を買ってるって感じですね。いてめっちゃチクチクする。でこんな感じでね刈り終わったところはこう藁がね残ります。ちょっと全部黄色いから見づらいと思うんですけど、ここが藁ですね、固まってるところです。
こうやってね実が入ってたところも中のね実はなくなってます。このね藁のあるところをロールベーラーで走って、ロールを作っていきます。これがね牛たちのね藁にぴったりなんです。もうちゃんと全部なくなってますね。こんな感じでね中の実がなくなってます。はい、お疲れ様です。夕方になりました。今多分6時くらいかな。うちの農場が終わって今お友達の農場にやってきてます。はい、なんかねちょっとねいびつな形をしてるんでコンバインが行ったり来たり繰り返してます。でなんとですねうちの4トントラックのクラッチが効かなくなってしまってレッカーというか回収されました。はい、なのでうちのトラックは使い物になりません。修理に出すんですけど、多分今日ねお友達のこちらの農場も借り終わるので、そのね業者さんのトラックお借りしたり、あとはこの頑張ってね2トンで運んでなんとか終わらせたいと思います。はい、今ね2トントラックいっぱいになったのでまた向かおうと思います。小麦が目に入った。痛い。行ってきます。ちょうど今うちの4トントラックがレッカーというか引っ張られて乾燥機のところにね着いたみたいです。そう、小麦ね乗せたまま止まっちゃったので小麦を開けなければいけなくて、とりあえずその乾燥機のところまで運んでもらいました。今どうなってるのかな。大変ですねこんな時にクラッチが。はい、乾燥機の場所に到着しました。ちょうどクラッチが効かなくなってしまった4トントラックも到着しました。クラッチに入らないともちろん走ることはできないし、ダンプアップもできません。しかも運の悪いことに小麦を積んだ後だったので、ここから手作業で小麦をトラックから出す作業が始まります。ダンプアッパーができないと後ろの煽りが自動で開かないので、バールでなんとかこじ開けました。乾燥機には小麦を一度に大量に入れることはできないため、投入量を調整しながら少しずつ入れる必要があります。かなり手間はかかってしまいますが、バケットを使用して小麦をすくい、乾燥機へ運ぶ作業を繰り返し行っていきます。これ以上トラックの中の小麦を取り出すことができないので、後ろの煽りを取り外します。そしてここからは完全に力仕事。なんとかして小麦をトラックの中から出していきます。
はい、もう真っ暗になってしまいました。このね4トントラックから全部小麦を出さなきゃいけなくて、その作業をずっとやっています。私はね2トントラックで来てまだ2トンを開けれてないので、ここで待機してます。結構ね寒いです。でも多分上に乗ってる人たちは汗だくです。あともうちょっとかな、もうちょっとかもしれません。こんなね大変なことになるとは誰も思ってなかったと思います。なんとか無事にトラックから小麦を出し終えました。予想以上に時間がかかり、外はすっかり真っ暗です。お友達の畑の収穫も無事に終わり、これで今年の小麦収穫も一段落です。暗。はい。今ね、ちょうど、4トントラックの中の小麦を出し終わって、でそのタイミングでね、コンバイン2台が帰ってきました。ピカピカ光ってるのが。そうです。ちょっともう真っ暗だから映んないんですけど、もうね、うちの農場終わって、今やっと帰ってきました。はい、ちょっとね、今トラブルがあったので、だいぶ遅れてしまいましたが、なんとか4トンの小麦を出し終わって、私のねこの2トンの小麦を今開けてます。8時半になっちゃいました。はい、今終わりました。真っ暗になっちゃった。真っ暗になってしまったんですけど、帰ります。もう真っ暗になってしまいました。はい、ということで無事に小麦刈りが終わりました。ちょっと4トンのクラッチが効かなくなるというトラブルがあったんですけど、なんとか無事に小麦を運ぶことができました。はい、そしてこんな感じで小麦の実以外の部分はこう丸められて、こういったねロールになります。お願いしてやってもらっているんですけど、あっという間にこの形になりました。はい、本当にあっという間です。でこの丸められたロールは牛さんたちの寝床に引く藁として使用されたりします。去年まではねこう地域の方々と協力して約1週間くらいかけてこういろんな農家さんの小麦畑を回って収穫を約1週間かけて行っていたんですけど、今年からかぼちゃの収穫もあったので、その地域の団体を抜けて他の業者さんにお願いをしてこう1日で刈り取りを行ってもらいました。なのでね、まあ本当にその1日運ぶのでちょっとバタバタしたっていう感じなんですけど、これからはかぼちゃだったりあとトウモロコシの収穫が始まってくるので頑張ろうと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。